今回はパチリス EX について評価していくわ。時空の激闘で出た新カードなのだ。ピカチュウ EX と同様、デッキ構築にある程度の制限がかかるけど、それを踏まえても採用に値するカードだと思うわ。耐久力の評価はこちら。種ポケモンで HP は120、逃げるコストは1ね。ピカチュウ EX と同じなのだ。そう、技以外はほとんどピカチュウ EX と同じなのよね。耐久力の評価も同じく A ランクよ。次に攻撃力について見ていくわ。持っている技はガジェットスパークのみね。どういう効果なのだ。基本ダメージは2エネルギーで40、ポケモンの道具がついていれば40ダメージ追加よ。条件があるにしろ2エネルギーで80ダメージはなかなか高いわね。条件を満たすのも構築に気をつければそれほど難しくはないわ。詳しくは後で説明するわね。ということで攻撃力の評価だけど、エネルギー効率は S ランク、速攻性も S ランクで、最大火力は A- といったところ、総合評価は S ランクね。十分強いのだ。最後に安定性について、種ポケモンなのでその点は S ランク。技の内容に関してはポケモンの道具が必要という条件があるから、これはマイナスポイントね。安定性の総合評価は A ランクといったところかしら。条件を満たせるようにデッキを構築するのが大事なのだ。さて、パチリス EX を運用していくにあたり問題になるのは、デッキにポケモンの道具を何枚入れればいいのかということだと思うわ。計算してみるわね。デッキ内にポケモンの道具が4枚ある場合、2ターン目で 80% 超え、4ターン目には 90% 超えと、ほぼ実用には問題ないレベルね。これならだいぶ安定するのだ。次に道具が3枚の場合、2ターン目に 70%、4ターン目で 80% 超えと少し心もとない確率になるわね。これでも運用はできると思うけど、可能なら4枚は入れたいところね。安定性は大事なのだ。ついでに5枚の場合、2ターン目で 90% 近くと相当に安定するわ。この選択もありね。道具を複数枚引いた時には他のポケモンにつけることもできるしね。ここでポイントとなるのは、ポケモンの道具は単体でもそれなりに強いカードであるという点よ。大きなマントは傷薬のほぼ上位互換だし、ゴツゴツメットはクリムガンの特殊能力に相当するわ。ラムの実は現時点ではほぼ唯一である特殊状態を汎用的に回復できるカードだしね。強いカードと強いカードが組み合わさるとさらに強くなるということなので、複数枚入れることをためらう必要はないわ。デッキの総数は20枚だから他のカードとの兼ね合いはあるけどね。自分のデッキコンセプトと相談して枚数を決めてほしいのだ。サンプルデッキレシピはこちら。昨日紹介したピカチュウ EX のデッキを時空の激闘のカードでアップデートしたものになるわね。種ポケモンを減らしたことでピカチュウ EX の安定性が少し落ちているけど、そこをパチリス EX で保管しているわ。本当はもう1枚種ポケモンを入れたいところだけど、デッキ内を全て EX ポケモンで埋めるのにも価値があるからね。現状ではこの構成が良いと考えているわ。デッキの回し方のコツについては次の動画で解説する予定よ。チャンネル登録をして待っていてくれると嬉しいわ。よろしくお願いしますのだ。それでは今日はこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。なのだ。今後もポケポケに関する動画をアップしていく予定ですので、よろしければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。